はい、こんな細い線までね綺麗に。先日紹介したコブラ3とエースプロ、今回はカラー印刷を紹介します。まず Anycubic スライサーを起動してモデルを読み込みます。ペイントするモデルを選択すると各ツールがアクティブになり、パレットを選択するとペイントモードになります。ペイントツールは円で塗るサークル、最小サイズでこのぐらい、最大サイズだとこのぐらいで塗ることができます。球で塗るスフィア、最小サイズだとこのぐらいで、最大サイズだとこのぐらいで塗ることができます。こっちだとね立体的になるんで、こんな感じでね、耳の後ろも塗られているのがわかると思います。トライアングルはポリゴンの最小単位の三角形で塗ることができます。着色領域は小さいですが、ポリゴンの最小単位で塗ることができるので、曖昧なね境目など細かい着色が可能になります。シェル、モデル単位で着色、モデルを塗りつぶします。こんな感じでねバカーッといっぺんに塗りつぶすことができます。裏面も含めてねもう全体が着色されます。スマートフィル、これはね境目を自動判別して塗りつぶすことができる便利なものです。こんな感じでねだいたい思い通りに塗ることができます。これとっても便利ですね。ただね境目がね曖昧な場合は思った通りにねいかない場合があるんですよ。こんな感じでね、その場合はねフィルアングルを調整して角度をね小さくしてあげると境目の判定が厳しくなるので、今度は思った通りに塗ることができるようになるんですね。ハイレンジ、モデルを水平に塗りつぶします。塗りつぶすねこの幅も調節可能です。ギャップフィル、隙間をね塗りつぶします。こんな感じでね自分で塗った時に隙間がね空いちゃうことがあると思うんですよね。その時にねギャップエリアを調節するとこんな感じで小さい隙間から大きい隙間まで自動で周りの色で勝手に判断して塗りつぶしてくれます。クリッピングオブビュー、モデルのね部分表示になります。こんな感じでね部分的にモデルをカットして表示されている部分だけに色を塗ることができます。表面だけじゃなくてねこんな感じでねこれでカットしてあげたら中から塗ってあげることが可能になります。クリップされるのは画面の手前から奥にかけてになります。この状態でクリップするとこんな感じで手前から奥にかけてクリップされることになります。この方向をね変えたいときはモデルの方向を変えてリセットディレクションを選択するとその時点で手前から奥にかけて設定されている量でクリップされます。そのため上から下にかけてねクリップしたい場合なんかはモデルを上に向けてリセットディレクションを選択すると上から下にかけてクリップすることができます。横半分をねクリップしたいときは今度は横に向けてリセットディレクションを選択して値を調節するとこんな感じでリセットディレクションを選択した時の方向になるので、選択した後に方向を変えてもリセットディレクションを選択した時の向きでクリップされます。手動調節だと正確に上下左右に向けることができませんよね。そんな時はねパレットをエスケープキーで一旦閉じて1だと上、2だと下から3だと左、4だと右、5だと正面、6だと後ろ側っていう感じでねぴったり向きを変えることができるんですよね。左半分をクリップしたい場合は3番を押して左半分をぴったりに合わせてからモデルを選んでパレットを選択してこんな感じでクリップすると真ん中で切ることができます。はい、着色が終わったらいよいよ印刷なんですけれども、実際に印刷をね開始する前にしておいた方がいいと思う設定があるので紹介します。まずねここにあるこれなんだっていうとこの
セッティングでマルチプルフィラメントのところに行くとね、ここにねワイプタワーっていうのがあるんですよね。でこのワイプタワーがここの物体になります。これもねなんかいろいろ設定があるんですけれども、概要としてこれが何かっていうと、これねフィラメントを4色入れ替えながら印刷するんですけれども、フィラメントってね、まずこれで言うと最初に黄色を使って、その後緑のフィラメントに交換ということになるんですけれども、緑から黄色に変えたばっかりの時っていうのはね、直前に使ったフィラメントがまだノズルに付着しているので、緑のフィラメントが出てくる時もね、黄色がちょっと混ざっちゃうんですよね。その混ざりを取り除くために、まずここでフィラメントを使って混ざりをなくしてから実際のモデルを印刷しましょうっていうために使うこのワイプタワーです。ただこれも必ず混ざりがねなくなるっていう保証ないんですよね。だいたいこんぐらいしとけばなくなるんじゃないかなっていう感じで多分これ設計されているものなので、そのためのワイプタワーになります。はい。ちなみにね、これが実際に印刷されたワイプタワーです。ただね、このコブラ3、色の混ざりをなくすための機能がプリンター自体についてるんですよね。それが何かっていうと、このね、パージボリュームっていうものになります。これ今最新のファームウェアにアップデートするとパージボリュームっていう風になってるんですけれども、買った当初はね、これフラッシュボリュームっていう違う表記でした。でこれどっから行くかっていうとね、ちょっと不便なんですけれども、スライサーからは設定できないんですよね。僕が見逃していなければパージボリュームをね調整できるのはね、プリンタ本体のみになります。しかもね、印刷を開始してからでないとこの値って変えられないんですよ。印刷前に一生懸命この設定どこにあるのかなっていうふうに探しても見つからないです。どこから行くかっていうとね、印刷開始するとね、メインの画面がこんな画面になるんですよね。ここにマルチフィラメントのコーナーがあります。ここを選択します。でね、ここでもまだね、分かりづらいんです。せっかくここ選んでも、パージボリュームのメニューはね、一番下なので、ここに隠れちゃってるんですよ。だから見逃しやすいんですよ。で、ここを選ぶと、これね、撮影したのがファームウェアを更新する前だったので、まだフラッシュボリュームになってますけれども、最新の名称でいうパージボリュームと同じものになります。購入した直後はね、ここの値1になってます。自分で設定できるのが 0.1 から3までの間になります。購入した直後のパージボリューム1になっている時の動きを見てみましょう。今赤で使ってたものがここに戻ってきて、次の色に変えている最中です。赤を出し切って次の色、だんだん白、今まだ混ざってますね。でこの混ざりを取り除くための機能がこのパージフラッシュになります。でね、これ今白の場合はもう結構な白になってるんですけれども、フィラメントの種類とか、あとはねそのメーカーとかね、色によってもこの混ざり具合違うので、そのフィラメントごとにパージボリュームの値っていうのを変えてあげる必要があると思います。でね、これ今1回出し切って次の色に白になって弾きましたね。でこれをねもう1回やるんですよ。でね、これを2回やるのがパージボリューム設定1の時の設定です。で、僕が今設定している 0.5 だとこの作業が1回だけ行われます。今もう完全な白だったのが見えたかと思います。プリンター本体自体に色が混ざるのを防止するパージフラッシュがあるんですけれども、プラスワイプタワーっていうのが設定できるんですよね。ちなみにワイプタワーに関してはこっちでオフにすると印刷をしないっていう設定もすることが可能です。で実際にね、今この状態でスライスしてみましょうね。ここにモデル自体に使うフィラメントの量とタワーに使うフィラメントの量で、こっちのフラッシュドっていうのがパージする時ですね、プリンター側でムニュムニュムニュって出して消費する分の量がここに出てきます。でこっちがトータルですね。これ見て分かる通りね、モデル本体よりもタワーとかフラッシュに使うフィラメントがねすごく多いんですよね。それが分かるのがね、ほらこの画像になるんですけれども、これはね、これを印刷するためにパージしたフィラメントの量がこれになります。全然本体よりも大きいですよね。フィラメントを消費するだけじゃなくて出す時間もあるので、時間もすごくかかるんですよ。でワイプタワーを使った場合はこれプラスこれになりますからね、プラス相当な量を使うんですよね。時間的に見てみるとモデル自体は4時間53分でこの
ローディの場合は印刷できるんですけれども、パージとかワイプタワーの印刷に8時間かかるんですよね。かなりの時間がフィラメントを変えるために消費されているのが分かります。で、どんだけフィラメント変えてるかっていうと、もうちょっと上に行くとね、このチェンジタイムスっていうのがあるんですよね。で、ここに今413っていう風に出てますので、フィラメントが413回交換されるっていうことが分かります。だから黄色にしたり緑にしたり白にしたりね、白使った後にまた緑に戻してまた白にして、今度は赤にして緑にして白にしてって、忙しく変えてるのが413回行われるということですね。それなんでね、もう最終的にはもうこんな感じで、もうパージのために使ったフィラメントがとんでもないことになるってことになるんですよね。それなんでパージが行われるので、このワイプタワー必要ないんじゃないかっていうふうにね思うんですよね。ただね、僕の経験上ワイプタワーねあった方がいいと思います。むしろパージボリュームをね限りなく少なくしていいと僕は思ってます。僕ね今のところ 0.5 でやってたんですけれども、今考えるとねパージボリュームを 0.1 もう最小にしてしまって、こっちのワイプタワーを使えば本体への色混じりっていうのはね、そんなに起こらないんじゃないかなっていうふうに今となってはちょっと考えてます。今まではね 0.5 でやってたんですけれども、次に 0.1 でやってみようと思います。で、どうしてこのワイプタワー、プリンター側のパージじゃなくてこっちのワイプタワー使った方がいいって思ってるのかっていうと、ここでね今パージしてるじゃないですか。でこれがねちょっと分かりやすくすると、こう1回目パージが終わって、今分かりますかね、ここどうしよう。でここでねこうでね、パージが今ここで終わって2回目終わった後もこのまま次のこの本体に印刷にしに行くんですよね。もしワイプタワーを使ってないとこのまま印刷に向かうんですけれども、ここでこうやってちょっとフィラメント出てきてるの分かりますよね。このちょっと出てるのがねこっちのモデルにねつくんですよ。印刷開始位置っていうのはね、例えばこの辺だったら毎回ここから始まるんですよね。ちっちゃなこの漏れですけれども、これがね積もりに積もって最終的にはねこんな感じでね綺麗に印刷できなくなっちゃうんですよね。それがこのパージタワーを使うとねないんですよ。このパージタワーからこっちの本体に行く時はね、この漏れっていうのがねゼロじゃないとは思うんですけれども、こっちのパージしてからこっち来る時よりもねすごく少ないんですよ。だから同じような失敗はねこのワイプタワー使った時にはなかったです。だから僕的にはおすすめはこっちのパージボリュームを最小にして、こっちのワイプタワーは必ず使った方が最終的にモデルは綺麗にできるんじゃないかなっていうふうに僕の経験から言うと思います。ただね、そうは言ってもね全部のパターンでそうだっていうふうには言い切れないんですよね。どうしてかっていうと、ほらこれねやっぱり黒って強いんですかね。この黒のフィラメントを使うと、これを印刷した時はパージボリュームも1でね、ワイプタワーも使って印刷したはずなんですけれども、ほら黒がすっかり混ざっちゃってるの分かりますよね。それなんでこれはもう途中であまり綺麗じゃなかったのでやめちゃったんですよね。でフィラメントももったいないんで、もうこれ以降この黒は使ってないんですけれども、こういう風になることもあるので、その使うフィラメントで様子を見ながらパージボリュームは調整する必要があると思います。どっちにしてもこのワイプタワーは使った方がいいと思います。こうなっちゃうんでね。でね、ここまで来るにもねすごく時間がかかるんでね、その10時間とかで結果的にこうなっちゃうとすごくがっかりするので、最初にねどのぐらい色残るかなとかっていう小さいモデルとかでテストしながら決めて、最終的に目的のモデルで印刷した方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、それなりにね注意点はありますけれども、基本的にねとっても簡単にカラー印刷ができるので、僕もすごくびっくりしたし嬉しいです。見てください、あんな簡単な操作でこんなにね綺麗にできちゃうんですよ。ほらこんな細い線までね綺麗にやってくれるので正直びっくりしました。こういうのはねまた別な問題なんですよ。僕がちょっとフィラメントの枠から外れてフィラメント設定してたので、なかなかフィラメントのロールが回んなくて上手に出てこないでこんな風になっちゃったんですけれども、でこの馬の口もこうです。フィラメントがうまく出てこなかった、ここは。だけどちゃんとね間違わないでフィラメントをセットしてたら基本こんな感じですごく綺麗にできます。ほらこの辺とかもすごいと思わないですか？ってことでね今日はやっとね紹介することができました。もうこんだけね印刷できればね僕は満足だと思うんですよね。でプリンター自体もかっこいいしね、かなり気に入ってます。はい、今日はコブラ3とエースプロでカラー印刷について紹介しました。最後までありがとうございました。